ちは。 IKEA 大好きなサヌーです。よろしくお願いします。今回は IKEA でしか買えないアイデアがすごい商品を紹介します。 IKEA は全部オリジナル商品なんですけども、アイデアが天才だなって思う商品がたくさんあります。例えばこちらは子供用のチェアなんですけども、ひょいっと向きを変えるとなんとテーブルにもなるんです。またチェアも低いシート、高いシートの2種類で使うことができます。またサイドテーブルとして使っている方もいらっしゃいます。こんな感じでサクサク商品を紹介していきますので、ぜひ最後までご覧になってください。こちらは新商品のソファーなんですけども、すごい工夫が隠されています。なんとこの背中のクッションが外すことができまして、上に乗せられるんです。いや、びっくりじゃないですか。このようにハイバックのソファーに変身できるソファーなんです。部屋に圧迫感を与えることなく、くつろぎたい時だけハイバックにできるソファー、すごいですよね。いや、もう寝れるなと思いました。色違いとこのようなネイス付きのタイプもあります。グレーとイエローがあります。クッションを乗せ替えるだけで非常に手軽に変身できるのがすごくいいなと思いました。大型家具からもう一つだけ紹介します。こちらはソファーベッドとして売られているんですけども、全長が206センチあるので、横になれるよというものです。で、形がちょっと面白いじゃないですか。これ説明されないとちょっと分かんなかったんですけど、何通りにも使えるソファーとなっています。スウェーデンの IKEA でプレス向けのイベントがありまして、開発者の方が説明してくださりました。この半円の部分を分けて使うことができまして、手前に持ってくるとこのようにネイスのように使えます。足を伸ばしてリラックスできそうですね。またこのようにオットマンやサイドテーブルのように使うこともできますし、中は全部収納になっているので寝具はしまうことができます。固定用の金具も付属しています。いろんな使い方ができて面白いですね。続きましてはマグカップです。こちらは IKEA ではロングセラー商品ですので、持ってるよって方もいらっしゃるかなと思うんですけども、ある工夫があるマグカップとなっています。さあ、お分かりいただけますでしょうか。ヒントはちょっとすぼんだ形で取っ手が上の方についているっていうことですかね。はい、正解は綺麗にスタッキングができるという工夫のあるマグカップでした。収納するときにとっても小スペースでいいんですよ。普通マグカップって綺麗に重ならないじゃないですか。ちょっとバランスが悪かったり高さも結構出ちゃうと思うんですけど、このフェールグリックという商品はとっても安定して積み重ねることができます。電子レンジ OK、 食洗機 OK です。こちらのグラスも同様のデザインで綺麗にスタッキングができます。で、デザインもとってもいいですし、最近の私のおすすめ商品の一つです。続きましては収納アイテムなんですけども、キッチンの引き出し内などで使うものなんですけども、好きな位置で仕切ることができる便利な収納グッズとなっています。私1月に確か購入して、その時にも紹介したんですけども、正直数ヶ月使ってみてめっちゃ便利だなと思ってます。このような板と棒がセットになった商品です。コンロの下の引き出しなんですけども、もともとはニトリのフライパンスタンドみたいなものを使っていました。不満はなかったんですけども、ちょっとボールがたまに滑り込む時があって、ちょっとストレスだなと思ってました。で、 IKEA の頃の商品がとてもいいと聞きまして使ってみたところ、何がいいって自分の好きなところに好きなものをしまえるっていうのがいいですね。自分の好きにカスタマイズできるのがとてもいいポイントです。よく使うものをできるだけ手前に置いたりとかですね、そういうことができて非常に使いやすくなりました。使っていくうちにこの刺してる棒が仕切りの棒がですね、折れちゃったりするんじゃないかなと思ったんですけども、意外と大丈夫です。このシリコンの蓋、これも IKEA の定番商品ですけども、これもストレスなく出せるようになりました。スティックの幅を置きたいものに合わせて調節できるので、ガラスのボールも滑り落ちることなく収納できるようになりましたし、柔軟にスペースを仕切れるので収納の効率もいいと感じます。一時期結構人気すぎて品切れ気味だったんですけども、今は結構在庫戻ってきてるみたいですので、ぜひチェックしてください。キッチンの設備とか売ってる方に置いてあることが多いと思います。このゴールデンウィークにちょっと店舗行ったんですけど、山積みになってました。
サイズ2種類ありますので、お家の引き出しに合う方を選んでくださいね。 IKEA にはとっても人気のコースターがあります。私もリピ買いたくさんしている商品なんですけども、今日は新しい使い方をご紹介したいと思います。結構アクセサリートレイにしたりしている方も多いかなと思うんですけども、このコースターってサイズが2種類あるんですよ。で、今回こちらの大きい方を使ったアイデアなんですけども、じゃん、はい、じゃがりこというお菓子です。皆さん想像もうつきましたよね。こちらなんと蓋としてぴったりなんです。これ実はフォロワー様から教えていただいたんですけども、めっちゃ笑いましたよ。で、ほんまにぴったりやし、もうめちゃくちゃフィットしてるんですよ。こう本当にコースターだけ持っても中身が落ちない、はい、すごいぴったりフィットしてます。だからじゃがりこちょっと食べました、ちょっと残りは明日食べようかなみたいな時、便利ですよね。そんなじゃがりこを残すなんてしたことないですけど、お子さんですとかちょっとだけ食べたかってみたいな時、ぜひ試してみてください。あと最近コースターすごい便利な使い方を私も気づきまして、こちらミラーボールなんですけども、これ今サイドテーブルの上だから置けてますけど、例えばチェストの上とかに置きたいって時転がっていっちゃうじゃないですか。でもこのコースターがあれば安定して置くことができます。このミラーボールはアリエクスプレスで買ったんですけども、天気がいい日は部屋の中が水たまになってとてもテンションが上がります。送料込みで1500円ぐらいやったかなと思います。皆さんコルクのコースター使ってますか？ぜひ使い方をコメント欄でシェアしてください。キャンドルの蓋にも使えるんですよね。紹介したいのは隣の花瓶の方です。今年多分一番バズったのがこのネタだと思うんですけど、こちらの花瓶はですね、そこにこのような凹凸がついている花瓶でして、間口の広い花瓶って結構飾るのが難しいと思うんですけども、この凹凸のおかげで枝を引っ掛けてバランスよく飾ることができるという花瓶です。そもそもこのデザインでこのお値段っていうのがもうそもそもすごい人気な花瓶なんですけど、このシリーズ、この底面の凹凸はほんと天才ですよ。この銅弾ツツジなんかすごい長いので、この凹凸がなかったらもうパタンって倒れてしまうんですよね。はい、いつも聞かれるので一応説明しておくと、この枝物はアプリから購入できます。概要欄に書いておきますね。で、もう一個よく聞かれるのが、同じシリーズ名のこちらの花瓶も底面が凹凸なんですかって聞かれるんですが、こちらはそうはなっていません。間口が狭いので、まだ高さもありますから必要ないのかなと思いますね。こちらも非常に使いやすい花瓶だなと思います。有名なエルクス・クロフォードさんの花瓶なんですけども、この価格で買えるっていうのは本当IKEAすごいなと思います。で、こちらも花瓶なんですけども、とても可愛らしいデザインなんですけども、粘着テープローラーを入れるのにぴったりです。花瓶以外の使い方もできるなんて素晴らしいですね。またこの顔のマークは裏に向けると表情が変わります。これも可愛いポイントですよね。続きましてはこちらの電源タップを紹介します。これも割と最近の商品ですけども、 PD 対応のタイプ C がついてますので、スマホやタブレットを素早く充電することができます。電源タップってすごく生活感が出やすいので、見えないところに隠しがちだと思うんですけども、これはすごく可愛くてですね、見える場所にドンと置くことができます。サイズもとても大きいので、最初はちょっと大きいなと思ったんですけども、とても安定感があります。壁に沿わせておくのもとてもおすすめです。色合いもほんと天才的だなと思うんですけど、おしゃれに見えて不思議と馴染む色合いですよね。2025年になってますますこれは IKEA が最強だなっていう商品があります。こちらのスクープという収納用品です。シンクなどを立てて収納することができる便利なアイテムなんですけども、なんで2025年改めてこれがおすすめかと言いますと、値下がりがあったんです。過去何回か値上げがあってからの値下げなので、比べる時代によってはもう価格が戻っただけっていうかもしれないんですけど、いやそれでもね、このお値段で買えるのはすごくいいなと思います。もう前から IKEA のスクープがいいよっていうのは言われてたと思うんですけど、やっぱちょっとお高いよなっていうのがねありましたよね、正直。
ただこの中間サイズに至っては999円になりまして、もう一番小さいサイズと100円しか変わらないという不思議なことになっております。でこの一番大きいサイズは敷布団をシングルの敷布団を四つ折りにするとちょうど入るサイズなので、来客用の布団を私はスクーブでしまっています。こちらの方は値段変わってないと思うんですけども、3個セットのタイプです。こちらも天袋などにとても便利なアイテムです。これ自体がとっても軽いんですよ。で使わない時はぺったんこになります。ぬいぐるみをしまったり、私は季節物の衣類ですとかをクローゼットの天袋にしまうのに使っています。これ似てるんですけども、奥行きのサイズ違いが2種類ありますので気をつけてください。スクーブはこちらもおすすめです。中身が分かりやすいメッシュタイプがあります。結構中身何やったっけってあるあるだと思うんですけど、これなら分かりやすいですね。メッシュが非常に細かいですから、ホコリは防ぎやすいんじゃないかなと思います。こちらは収納ボックスなんですけども、デザインが素晴らしくって使い勝手がいいボックスです。色合いもおしゃれですし、上にちょっとコルクが貼ってあるデザインもとってもおしゃれですよね。デザインは大きさ違いが3種類あります。重ねて置いてもとても可愛いですよね。このボックスほんとよくって、リビングでよく使う小物をしまってるんですけども、丸見えになっていても許せるおしゃれなデザインですし、これ蓋が乗せてあるだけなんですよ。だから使いたい時にパッと使えるのもとっても便利です。でよく家族が使うペンとかハンドクリームなんか置いてるんですけども、このコルクの蓋も素敵なので、この上にペンがポイって置かれたまんまでもちょっとトレイっぽく見えておしゃれでいいんですよ。ちょっとリビングにごちゃごちゃした小物がたまりがちっていう方はぜひ導入してみてください。こちらはハンガーなんですけども、ご存知でしょうか。まさにアイデア商品っていう感じなんですけども、こんなぺったんこなんですが、なんと靴下など小さいものを干せる物干しとなるんです。この丸いところがいい感じにバネになってまして、簡単に挟んで干すことができて、外す時もヒュッと引っ張れば簡単に取ることができます。でぺったんこなので旅行に持っていくのにとってもいいんですよ。とてもお安いですし、冗談みたいにねぜひ一家に1台使ってみてください。もう私はいつも旅行カバンに入れっぱなしとなっています。洗剤が漏れまくってますけども、洗濯する時もこの IKEA の袋でバシャバシャ洗濯してます。あまり知られてないんですけども、めちゃくちゃ機能的なサイドテーブルを紹介します。こちらなんですけども、カウンターの下に忍ばせていてノートパソコンをしまっています。このノートパソコンは 3D キャドが使えるようなちょっとごっついパソコンなんですけども、安定して置くことができています。ドリンクホルダーにマウスを入れています。これのすごいところは、まず高さを3段階に変えることができます。低くするとこのようにソファーで使うこともできます。高さがちょうどいいのでとてもはかどります。デザインもとてもシンプルで可愛いですよね。さらにすごいのが、この天板の角度を変えることができます。で磁石がくっつきます。これは iPad のケースのマグネットでくっついている状態です。でこちらも私が買った時よりなぜか1000円安くなってまして、安いうちに皆さんぜひ購入してください。ちょっと分かりにくいんですけども、サイドテーブルと検索してもウェブサイト出てこないです。ラップトップスタンドと検索してください。で今検索して気づいたんですけども、今ホワイトはもうなくなっていて、日本ではベージュとブラックの2色展開となっていました。こちらはベージュなんですけども、とっても可愛いです。ベージュの方が事務用品感みたいなのが軽減されると思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。ではまたすぐ次の動画でお会いしましょう。